ルナシーの深夜です。一番初めにマージン増えた時は、パールに何か他のものを選びに行って、その時に思想室にね、イーマージがあって、なんかこれ良さそうでちょっと高してって言って衝撃を受けたのが最初かな、去年。その初めて会った日に、小さい音から大きい音まで、そしてまたキックのものすごいミニマムの音から、大きい音まで叩いたんですけど、全部についてきてくれるっていうか、もしかしたらこれは、この反応っていうのはマイクを通したアコースティック以上のパフォーマンスをライブで出してくれるかもしれないと思った。ギタリストもね、曲によってギターの竿というのを変えられるんだけど、ギタリストはそれがライブで表現できるんですよ。竿を変えるということが。で、ドラマーというのはそれがなかなか表現できなかった。どんなにレコーディングでいろいろ音色を作っても、ライブだと1キット、せいぜいスネアを変えるとか、そんぐらいの変化しかできなかったんですけど、今回はレコーディングでめっちゃいい音ができたんで、それの曲に合わせてサウンドを作りたいというのが、イーマージを使うね、原因だった一つでもありますね。前日にサウンドチェックをしたんですよ。それサウンドチェックの時に、大きいスピーカーからね、イーマージの音を初めて出したわけ。その時のシンバルとキック、スネア、タムのすべての音が分離されてて、また、なおかつまとまっているという、そして綺麗な音というのに、僕も、パールの人も、そして、ハウスエンジニアの人も、モニターの人も、にんまりしましたよね。で、パールのタケちゃんとかはもうずっとサウンドとかをね、やってくれたんだけど、もう思わずシェイクハンドしましたね。はい。もともともう20年ぐらい前から知ってる、ハウスエンジニアの小松さん、そしてモニターの大森くん。大森くんはもうハウスを本当はね、他の現場ではやってるほど、二人とも超大物の、PA の方々なんですが、ね、ドラマっていうのは自分でここで聞こえる音とマイクを通した音が全然違うんで、そういう面で、彼らの耳というのをすごく信じてるんですが、今回のイーマージュについて、本当にすごくいいと言ってくれたんで、よろしくお願いします。ルナシーハウスエンジニアの小松と申します。深夜さんの方から今回埼玉スーパーアリーナはエレクトリックドラムにしますよと言われた時に、はっきり僕の方としてはびっくりしましたね。ただし深夜さん自身はすごく新しいことにチャレンジする気持ちがすごい常に持ってて、新しい革新的なものを取り入れる人なんで、まずやってみようかなと。で、実際に音をセレクトしていく上で自分がどう思ったかっていうと、元のピックアップされてる作られた音がすごく優秀であったので、セレクトする速さ、それからカスタマイズしていくピッチ、合わせる部分がすごくスムーズにいきましたね。僕はヘッドホンでリハーサルミックスしてるんですけども、これ生音エレドラ生音の境目が分かんないぐらい本当に生に近いという感じになってます。ルナシーのモニターエンジニアをやってる大森です。エレドラのシステムの一番の僕の驚いたところは、普通のエレドラって音が平面的というか、やっぱりどうしてもラインの音というか立体的じゃないんですよね。音のアクセントだったり強弱っていうものが今までのパッドとかですね、エレドラでは再生できないところまで強さだったり叩く位置だったり、すごい一個の音色でもその一個の音色に対して表情がすごいいっぱいあって、それにとにかく驚きましたね。前もね、いろんなものを使ってたんですが、メッシュヘッドを普通のヘッドに貼るとか、ドラムヘッドに貼るとか、スティックによってどう音が違うかというのを研究しなくて、イーマージの時はだいぶそれをね、研究するようになって、もちろんドラマーによっても同じ条件でも音が変わるし、同じドラマーでも
スティックによって音が変わるし、それはもちろんタッチによっても変わるけど、ヘッドによっても音が変わるという、もう本当にこう、現代のアコースティックドラムという感じでしたね。はい。音速というか、ドラマーっていうのは、このエレドラでちょっと遅れが出たりするとちょっと気持ち悪くなるっていうパターンもあるんですよ。でもそれはイマージはものすごい少ないというかあまりないです。僕は感じないですね。それを証明してくれるのはキックをアコースティックに使って他に、イマージしてるでしょ。そのキットバランスがめっちゃバランスがいいの、スピード感も。だから音の遅れとかは全く今の感じないです。僕はキックは、アコースティック以外メッシュヘッドを使ってるんですよ、イマージのキックは。全く違和感を感じないですね。もちろんタブスタンドとかそういうのも全部パールのハードウェアで組み込めるし、僕はパールのペダルを使ってるんで、イマージのこうキックとビーターが当たる角度とかももう完璧に、いい角度でいってくれるので、そこら辺はすごく大満足してますね。はい。もし僕が、ドラムセット1台しか持てないというんだったら、多分イマージを選びますね。それは、家でも叩けるでしょ。もちろんそのパッド仕様にすれば。で、レコーディングも使える。それは音の遅れ、レテンシの遅れがないんで。そして、大きな舞台でも使える。それは、僕が埼玉スーパーアリーナとかで、使ってすごく大満足してます。で、今までもうアコースティックにこだわってた人も一回、モードを見て叩いて、そしてモジュールとかいろいろこういじくってほしい。多分これめっちゃいいって絶対思うはずです。